恐竜ロキが覇気とともに登場。世界最強の生物の称号がまた持ち主を変えるかもしれない。皆さんこんにちは。私はシレンナです。ワンピース第1174話情報が公開されました。タイトルは世界最強の生物です。扉へリクエスト。ティラノサウルスを子犬のように手なずけて散歩するロジャー。ペンネームトコモン。この話のストーリーは前回から続きます。ソマーズ星が港に来てみると、海運が前話のニカや MMA と沈没船によって大穴が開けられ、下の冥界まで直結していることに気づきます。その時、彼は子供たちの親が怪物に襲われる危険を冒して、子供たちに巻きついた茨を断ち切ろうとしているのを目撃します。ある老婆は必死のあまり歯で噛みちぎろうとしていました。この光景を見て、ソマーズ星は悪巧みを思いつき、邪悪な考えを抱きます。子供たちが矢印の指示通りに港へ進み続ければ、全員あの大穴から落ちてしまうでしょう。ソマーズ星は興奮して高みの見物を決め込みます。お芋は危険を顧みず、素手で茨を解こうと突進します。キリンガム星は港が破壊されたのを見て不快感をあらわにします。さすがはキリンの能力者、彼の能力は宙に浮くことさえ可能にします。親たちは全力を尽くしますが、子供たちの前進する勢いを止めることはできません。お芋の両手はすでに茨で血まみれになり、みんななすすべがありません。子供たちはついに港の縁に到達し、何かを言っているようですが、画質のせいでセリフが見えないため割愛します。この出来事を経て、子供たちは成長したようです。コロンは母リプリーのかつての教えを思い出します。かつて決闘で他の子に勝ち、エメットのような小さなロボットおもちゃを奪った際、リプリーに叱られたことがあります。力を持つ者はより他者に優しくあるべきだと。他の子供たちも母と喧嘩した日々を思い出します。普段はみんな相当ないたずらっ子だったようです。時は現在に戻り、子供たちは落下寸前でママと大声で泣き叫びます。リプリーが真っ先に駆け寄り、茨の棘も構わずコロンを強く抱きしめ、共に落ちる覚悟を決めます。この話のタイトル、世界最強の生物、それは偉大なる母の愛を指しているのかもしれません。ソマーズ星のような悪行は後でみじん切りにされることでしょう。続いて他の子供たちの親族も駆け寄り、それぞれの子供を抱きしめます。泣き叫ぶ声の中、ソマーズ星は笑いすぎて涙を流しています。以前突き落とされそうになった少女ローニアは相変わらず強く楽観的でしたが、彼女の父も最後の瞬間に駆けつけ、彼女を強く抱きしめました。子供たちは親の腕の中で号泣します。これは間違いなく彼らの人生で最も忘れられない災難となるでしょう。そしてアンジェは両親を失った孤児ヨハンナを抱きしめ、その瞬間に家族のような愛を感じさせました。次はロードの弟ビョルンです。ロードは大きく跳躍して突進し、落下中の弟を直接抱きしめました。初登場時、ロードのキャラクターは好感が持てませんでしたが、この勇気には感服させられます。結局、全員が落ちてしまいました。ソマーズ星はいい見せ物が最高潮に達したのを見て、変態のように笑い転げており、実に腹立たしいものです。場面が変わり、落ちた子供たちは冥界には落ちず、ある巨大生物の上に全員着地しました。下には緩衝材のようなものが敷かれているようです。どうやらルフィがロキの体の一部をゴムに同化させ、みんなを受け止めたようです。ロキは目を開き、ルフィもすでにギア5を発動させ、反撃の準備をしています。エルバフに突然大雪が降り出し、続いて無数の雷が落ち、怪物たちはパニックに陥ります。同時に解放のドラムが鳴り響き、妖怪全体が振動し、誰もがその鼓動を耳にします。ヤルルは思わず感嘆します。雷を伴う吹雪の日。空を覆う巨大な獣が現れ、そして解放のドラムとともに太陽の神が降臨する。森の端から巨大な影が現れます。ソマーズ星は愕然とし、イムもこの異変に気づきます。この話は最も衝撃的な見開き特写を迎えます。恐竜ロキ、ギアゴルフィ、そしてリスのラグニルが共に登場します。恐竜の子あるべき体格は、その場にいるすべての MMA を完全に圧倒し、一掃し、向かうところ敵なしです。ソマーズ、隠れたか？探しに行くぞ。ゾロはウオニンシマ編で大入道和田摘を相手にした際、六道の辻という技を使用したことがある。この偽名は、京都市東山区に実在する観光名所六道珍王寺に由来する。
この寺は平安時代に建立され、本尊は薬師如来、開基は山城短海と伝えられており、古代の創創地である六道の辻にあることで知られている。六道の辻とは現世と冥界の境界、すなわち冥界への入り口を指す。第1173話では、ドリーとブロギーが空中にいるゾロに向けて攻撃を仕掛けたが、ゾロは反動を利用して巧みに回避した。その後、2人の巨人の攻撃は互いに命中しただけでなく、互いの盾をも切り裂いた。この構図はかつてのリトルガーデン編と全く同じである。場面はブルックに移り、彼は這いつくばるような姿勢で軍庫の前に現れた。漫画の原文にある双極の瞳の双極とは陰陽の両極を意味する。このキャラクターの両目の特徴からもそれが裏付けられる。左右の瞳孔は色が反転しており、片方は黒い輪に白い中心、もう片方は白い輪に黒い中心で対極図と酷似しており、陰と陽を象徴している。この双極の概念は作品全体を貫いている。ベガパンクはかつて巨大な戦争に絶対的な善悪はなく、本質的には2つの異なる思想が衝突したに過ぎないと指摘した。この対立はバギーとシャンクスの間にも早くから現れており、2人はかつて南極と北極のどちらが寒いかで絶えず論争していたが、これこそが両極の概念の具現化である。同様にルフィと黒ひげはそれぞれ白と黒を代表しており、2人の正反対の味覚もまた古代における2つの対立する思想の衝突を暗に示唆している。さらに作中には白黒の逆転という設定があふれている。例えばイムは悪魔のように振る舞いながら神の地位にあり、一方で D の一族はイムに反抗したというだけで神の天敵へと追いやられ、世間からは悪魔視されている。物語には善悪が逆転する描写も多く存在する。表面上は偽善者でありながら実は邪悪なもの、逆に世間から忌み嫌われる悪人が実は大義を抱いているものなどがそれだ。以上のことからワンピースの世界観には豊富な両極の反転と白黒の逆転の要素が含まれており、作者である小田栄一郎が連載初期から陰陽と両極の概念を物語の根幹をなす伏線として組み込んでいたことがわかる。イムに乗っ取られる前後で軍庫の目の特徴は全く異なっている。状態の軍庫は陰陽の夫愛を持っているが、イムに身体を支配された後、その特徴は消え、両目はイムと同じ多重の同心円状の模様へと変化した。ソマーズ星はゲームがあまりに簡単すぎると調子に乗り始め、イムとキリンガム星に自ら電話をかけ、すぐにクリアできると豪語した。一般的に戦いがまだ終わっていない段階で早々に祝杯をあげることは、その後の敗北を予兆するものである。このようなおごれるものは久しからずの法則は作中でたびたび見られ、ソマーズ星の今の得意満面な態度はまさに彼が間もなく挫折に遭遇することを暗示している。巨人族の技の命名法則については以下のようにまとめられる。1人で放つ技は異国、2人の合体技は破国、そして3人の連携技は合国へと昇格する。理論上は合体技に参加する人数が多いほど技の威力は強くなるはずであり、すなわち合国は破国を上回り、さらに破国は異国を上回るということになる。しかしシャーロット・リンリン1人の実力が巨人2人分に匹敵し、ドリーとブロギー2人の力が巨人3人分に対抗しうることを考慮すると、実際の描写においてこれら3つの技の破壊力はほぼ同等かもしれない。だが偽名が国から海に変わると、その次元は質的な変化を遂げる。ワノ国編でカイドウとビッグマムガテを組んで放った破壊は巨人の合体技を明らかに凌駕する威力を持っていた。これは設定上、海の字を冠する技の核が国の字を冠する技よりも高いことを示唆している。世界観において島の規模はどうあがいても海とは比較にならないからだ。さらにイムの好みについても注目すべき点がある。ビビといわゆる首里姫は共に青髪であり、王女の身分を持っている。このことからイムは青髪の姫という特徴に特別な執着を持っているのではないかと推測される。首里姫はゴッドバレー事件当時、単なる神の騎士団の一員に過ぎなかったが、五老星と同等の不老の契約を結ぶことができた。この特別待遇はガーリング星の嫉妬さえ引き起こした。イムの部屋にネフェルタリ・リリの肖像画が飾られており、その子孫であるビビが青髪を受け継いでいることを鑑みると、首里姫の青髪もまたネフェルタリ家と何らかの因縁があるのかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。
もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。